もしあなたが入院している病室に大きな包丁をぶら下げた男が乗り込んできたら、2011年5月2日、中国貴州省外里市、殺人だ殺人だ検討南州医院産科病棟の廊下を数十人の患者が逃げ惑っていました。その混乱の中、とある病室の床には見舞いに来ていた老夫婦が血を流し、うめき声を上げながら横たわっていたんです。その部屋の隅では2人の妊婦が恐怖に顔を歪ませ、ある一点を見つめていました。彼女たちが見つめる先には、一人の中年男が、全部こいつが悪いんだ、こいつのせいで俺は、ブツブツと独り言をつぶやくその男の名は琉球列。病室をうろうろと歩き回る彼の右手には血まみれの包丁、そして左手には妻の生首が握られていました。産婦人科の病室を妻の生首を片手にうろつく男。男が体感した殺意を覚えるほどの絶望とは。彼がやっとの思いで手にした幸せは、新たな命の誕生によって引き裂かれてしまったんです。おさすけんちゃんです。いや、みやみこです。というわけでね、実は時は動いてたんですけど、何人の人が気づけたでしょうか。どうしたの、そんなテンション高く。時は止められないんだって話をした絶対今思いついてるじゃん。それが伝えたかっただから人生って短いなと、何もやらなきゃ時だけ経つし、抗おうと思ってこうやって止まってみたりしても進んでるよと。その間も腹は減るし、クソは出るし、尿も出る。ほんとみんなね、人生を短いんです。ほんと一生懸命生きてほしい。今日はね、そんなことを伝えたかったんです。あ、そうなのね。早くない終わり。今回は中国で起こった非常に恐ろしい殺人事件をご紹介します。犯人はなんと病室の中で出産直後の妻の首を切り落としてしまうんです。なんでそんなことが起きるの？普通であれば出産直後でね、お互い喜び合って祝福するタイミングな時にそんなことがなんで起こんのよ。これほんと皮肉なことに、待ち望んだはずのね、息子の誕生によって、この男は追い詰められてしまうんです。妻の病室へ怒鳴り込んできたその男は一体何に激怒していたんでしょうか。新しい命のために。2011年5月2日、中国貴州省外里市、夕方4時を回った頃、検討南州医院産科病棟のとある病室からは談笑の声が漏れ聞こえていました。病室のベッドの上で嬉しそうに微笑んでいるのは、3日前に出産を終えたばかりのヤン・チュージャン。早産だったため、息子はまだ新生児室で治療中でした。そしてベッド脇には、彼女を見舞いに来た親戚の老夫婦が、チュージャンのために鳥を1羽締めたんだ。これで栄養をつけなさい。そう言って差し入れの鳥料理を差し出した男性。3人の大人たちが笑い合い、病室は和やかな空気に包まれていたんです。その時、突如響いた乱暴にドアを開ける音。驚いたチュージャンたちが振り返ると、病室の入り口には大きな包丁をぶら下げた男が立っていました。全部お前が悪いんだ。俺はもう4000元も騙し取られてるんだぞ。出産直後の女性に対するものとは思えない怒号を響かせたその男は、チュージャンの夫の琉球列。いやもう包丁むき出しでなんて怖すぎるわよ。病院でね、見かけるのはまずない光景です。ないわよ。恐ろしい、本当に。この旧列はね、誰でも見境なく傷つけるほど本当に怒ってたんですよ。居合わせた誰もが彼の発言に理解が追いつかずにいる中、旧列は包丁を振り上げ、妻に詰め寄りました。やめなさい。親戚の男性はとっさに旧列の前に立ちはだかりますが、彼は容赦なくその腕めがけて包丁を振り下ろすんです。腕から血を流し、その場に倒れ込む男性。旧列は再び包丁を振り上げ、ベッドの上の妻を睨みつけると、もう一度こう叫んだんです。全部お前が悪いんだからな。我が子が生まれた何よりおめでたいタイミングで、旧列はなぜ強行に及んだのか。彼の言う4000元騙し取られたという言葉の意味は一体何なのでしょうか。時は遡り、3日前の4月30日、旧列と妻のチュージャンに待望の第一子が生まれたその日のこと。初めての子供が男の子だと分かって以来、この日をずっと楽しみにしていたはずの夫旧列は、医師の説明になぜか険しい表情を浮かべていました。8000元ですか。旧列が動揺していた理由は、妻の手術費用について追加の請求を受けたため、その額は日本円換算で約13万円に上っていました。妻のチュージャンは42歳と高齢出産だったこともあり、難産の状態に、帝王切開を余儀なくされ、通常より費用がかさんでしまったんです。夫の旧列は手術費としてすでに4000元を前払いしている状態。決して裕福とは言えない彼にそれ以上の費用を出す余裕はありませんでした。日本でいう13万とその中国でいう13万っていうのは価値が違うんでしょうね。この時代のね、貴州省っていうのは発展途上だったんで、かなりの高額だったんじゃないかなと思います。
す。さらにね、この手術費っていうのは原則現場で払う義務があって、追加料金もね、発生してたんで、9列はかなり追い込まれてたんじゃないかなと思います。ここで本日のメトラキーワード、中国の医療費前払い制について。中国の公立病院では医療費の前払い制が採用されています。手術や入院が決まった時点ですぐにお金が必要になるため、患者への経済的負担は決して少なくありません。お金が足りない場合、たちまち適切な治療を受けられないケースも珍しくないんです。前払いで一定額を支払った後、それ以上に費用がかさむ場合は追加で支払いが生じます。追加費用も原則その場で支払わねばならず、支払い能力がない場合は親族を頼って捻出してもらうよう促すのが病院としての通常の対応。支払いに猶予が設けられたり、分割払いに応じる場合もありますが、債務を回収できないリスクがあるため、病院はあまり積極的ではないんです。くそ、8000元なんて額払えるわけないだろ。妻中ジャンに向かい怒鳴りつけるようにそういった9列。彼は露骨に苛立った態度で病室から出て行こうとしました。どこ行くの？出産直後で体調も安定しない中、夫にそばにいてほしいと感じていた中ジャンは不安げに声をかけますが、9列はぶっきらぼうにこう返すだけでした。金を借りに行くんだよ。そこから9列は村中に頭を下げて回り、どうにか妻の手術代を工面しようとしました。その間、妻の中ジャンは粉ミルクを買ってきてほしいと彼に電話をしますが、9列は憤慨し、また妻を怒鳴りつけるんです。何が粉ミルクだ、金はどうすんだよ。そう言って電話を切ってしまった夫9列の態度に、中ジャンは病室で一人涙を流しました。せっかく子供が生まれたのに、こんな態度あんまりよ。この年で子供を産むことがそんなにいけないことなの？中国の医療費のその仕組みを思うとちょっと大変だろうけど、いくらなんでも奥さんがかわいそうよ。9列がね、激怒したのはいろんなね、ことが積もり積もった結果だったんです。彼はね、それほど恵まれない人生を送ってきた男だったんです。結婚してはいけない男。少数民族の自治州、貴州省県東南州で一家の次男として生まれ育った9列。彼は成人して以降も結婚とは縁遠い人生を送ってきました。中国では結婚に際し男性側が高額な結納金を用意する必要があるんです。9列の実家は裕福ではなかったため、長男の結婚資金を用意するだけで手一杯。次男の彼には縁談が全く巡ってこなかったんです。そして気がつけば9列は村でも最年長の未婚男性に、俺はこのままじゃ一生結婚できないかもしれない。そうやって不安に駆られる中、見かねた知人がいい女性がいると紹介してくれたのが最初の妻でした。9列の最初の妻は彼と同じく結婚相手に恵まれずに生きてきた女性でしたが、それには理由があったんです。実のところ彼女は薬を常に手放せないほどの重病。なんと9列と結婚してわずか数年で亡くなってしまうんです。くそ、せっかくいい相手と出会えたと思ったのに、どうして。彼はひどく落胆しましたが、チャンスはまた訪れました。妻を亡くした9列を不憫に思ったのか、間もなく知人が縁談を持ち込み、2番目の妻を迎えることに。ただその2番目の妻は結婚から1年後、自ら命を絶ってしまいました。2回結婚できたのに2回とも結婚後すぐに奥さんが亡くなっちゃったって、そんな偶然ある？9列の立場になるとね、結構きついっすよ。まあそうよね。ちなみに奥さんが自ら死を選んだ理由ははっきりと分かっていないんです。2度結婚するも2回とも妻に先立たれてしまった9列。そんな彼に対し村人たちは次のように噂しました。あいつ奥さんにひどい振る舞いしてたんじゃないか、何か問題があるに違いないよ。9列は村で結婚してはいけない男と認識され、もはや縁談を持ちかける人はいなくなってしまったんです。疫病神扱いされるようになった彼はそうこうしているうちに40代後半に。ただ9列にはまだ結婚のチャンスが残っていたんです。そう、彼は46歳の頃、後に3番目の妻となる中ジャンと交際し始めるんです。9列と同じ村に住んでいた中ジャンの家族は2度も妻に先立たれている彼の噂を知っており、2人の関係に猛反対。それでも何を言われようと妻の中ジャンは毅然としてこう言いました。私は彼と幸せになりたい。こうして9列と中ジャンは結婚。それから1年後の2010年に中ジャンが妊娠すると、夫の9列は朝から晩まで必死になって働きました。妻と子供を支えるために汗を流すその姿に9列をよく思っていなかった中ジャンの両親も次第に彼を認めるように。そして迎えた2011年5月2日、手術代の追加請求をされた9列は苦しい表情を浮かべながら村中をひたすら走り回っていました。お願いだ、金を貸してくれ、妻の手術代が払えないんだ。実家が裕福ではなく、村でもあまり好かれていなかった9列のこと、いくら頭を下げても8000元もの額を工面するのは容易ではありませんでした。知人の家を訪ねては門前払いされるたび募っていく絶望感。高齢出産の壁を突きつけられた9列は、その年まで不幸な別れを繰り返してきた自分の運命を恨みました。やっと幸せになれると思ったのに。その時
旧列に電話をかけてきたのは病室で待っている妻のチュージャン。完全に気落ちしていた旧列はその電話に出るなり彼女と口論に。何の用だ、今はお前のために金を借りて回ってるんだろうが、全部お前のせいなんだからな。妻をそう怒鳴りつけ電話を切ってしまった旧列。まるで神様が自分に幸せになるなと言っているかのような感覚を覚えた彼は正常な判断力を完全に失っていました。知人の家を回るのをやめた旧列はそこからスーパーへ走ると大きな包丁を買ったんです。いろいろね、辛かったってのはわかるんだけど、これはちょっともう考えが飛躍しすぎてて、高齢出産になったってのは別に誰のせいでもないじゃないのよ。なんでね、自分だけこんな辛いことばっかなんだっていう考えでね、頭がいっぱいだったんだと思いますよ。そしてこの後旧列はその刃を妻に向けてしまうんです。全部お前が悪い。2011年5月2日の夕方4時10分、検討南衆院産科病棟の病室に一人の男の声が響いた。全部お前が悪いんだ。そう叫び声を上げると、妻が横になっているベッドへ詰め寄った旧列。病室の壁に飛び散る血しぶき。あまりにもおぞましいその光景とけたたましい悲鳴、包丁を何度も叩きつける音に近くの病室にいた患者たちは怯え、院内を逃げ惑っていた。殺人だ、殺人だ。病室の床には妻のチュージャンを訪ねていた親戚の老夫婦が血を流し、激痛に顔を歪めながら倒れていた。そして部屋の隅には逃げ遅れてしまった2人の妊婦が。彼女たちは青ざめた顔でその身を震わせていた。なぜなら散々に妻を切りつけた後、病室をふらふらと歩いていた旧列の左手には妻の生首が握られていたから。こいつが悪いんだ、こいつが。ちょっとやばすぎて。なんで奥さんにそんなひどいことできんの？旧列にとってはね、自分が一番の被害者だったんだと思ってたんですよ。そして事件はここで終わりではないんです。ベッドの上の妻を76回も切りつけ殺害した挙句、胴体から頭を切断してしまった旧列。彼は妻チュージャンの首をぶら下げたまま付近の病室を徘徊していました。そして警察が駆けつけると、旧列はある病室の窓際まで行き、その窓枠へ足をかけたんです。近づいたら飛び降りるぞ。そう叫ぶと、旧列は右手の包丁を高く掲げます。完全に興奮状態の彼はその刃で威嚇を繰り返しており、確保は困難に思えたんです。3日前に息子が生まれたそうだな。そんなおめでたい時に何が不満だってんだ。なぜ他の人は3000元で埋めるのにうちは8000元もかかるんだ。最初は4000元だったのに俺は騙されたんだ。旧列が手術代を払えずに困っていることを察した警察は減額に応じるように病院と交渉。しかしもはや妻を殺してしまった後とあっては、それも旧列の説得の材料にはなりませんでした。このまま投降しないようであればもう狙撃するしかないな。そして迎えた夕方6時6分、窓際で騒いでいた旧列の声を遮るように響いた一発の銃声。彼はその場に力なく崩れ落ちました。こうして犯人の旧列の死亡により事件は収束へ。妻チュージャンと同じ病室で襲われた老夫婦はそれぞれ夫が重傷、妻が軽傷を負っていましたが、彼らは一命を取り留めました。また不幸中の幸いというべきか、生まれた息子は新生児室で治療中だったため事件の被害を被ることはなかったんです。息子は病院のスタッフや親族によって手厚く保護され、退院後は祖父母などの近親者に引き取られたとされています。赤ちゃんが無事だったのはほんとせめてもの救いよね。旧列がここまで極端な行動に出たってのが、なんか前の奥さんが亡くなっちゃったってのもなんか関係してる気がするわよ。村の人たちがね、悪い噂をしてたってのも噂ベースですけど、間違ってない部分ももしかしたらあるかもっていうのはやっぱどっか残っちゃいますよね。出産適齢期を過ぎていた妻が悪い、帝王切開でしか産めなかった妻が悪い、高額の手術代に苛まれ借金を断られ続ける中で、旧列はそうやって妻への憎悪を募らせていきました。確かに中国の医療費制度は一部の国民に対して厳しい側面もあるのかもしれません。しかし夫婦共に生きてさえいればどうにかしてお金を工面する方法はあったはず。旧列が最悪の方法を選んでしまったことがただ悔やまれるんです。あなたは彼と同じようにもうダメだと八方塞がりに思える経験をしたことがありますか？その時どのように危機を脱しましたか？